触んない方がいい。臭いよ。この路地もね、映画のロケで使われたんですよ。晴天の霹靂っていう映画で大泉洋がタイムスリップしてきて、向こうからこっちに向かって走ってくるっていう、そういうカットが使われました。あの辺りとかね、なんか昔の建物っていうか、昭和時代から残っている建物があるんですけど、それが雰囲気が合ってるってことで、多分この場所が選ばれたんだと思います。なんかそのままでしょ。で、太陽にほらロケはこっち、三崎銀座の方。こういう奥のこのなんか和風の建物が多分あれだね。ここは今何なんですかね。なんか江戸の蔵宿と三崎宿って書いてあるから、
まあ、なんか旅館ですかね。旅館なのかね。そうだから蔵を旅館にしたような感じのところなんじゃないかな。まさかね、劇中では暴力団の事務所として使われてたってことは誰も知らないだろうこういう本屋、小さい本屋ももう今あんま残ってないからね。珍しいとは珍しいですよ。あと こっちもなんか気になるね。船具店って書いてあるからなんか釣りとかをする人のための、でもタミヤのマークある。ほらこれもなんかさ、昔の映画のポスターの感じしない？三崎音楽ロマン。これはでも今のなんじゃないですか。まあ今のだけど、そうだからあえて昔風に作ったね。ああ、なるほど。これなんかもどうですか。なんで、ね、花暮れ美容室、ね、いろんなものが混ざってる。これだから昔美容室だったってことなんじゃないですか。村上春樹の本が飾られてます。これすごくない？これなんかすごいですね。結構ゴミ箱になってる。これひどいな。結構昭和な感じが今も残ってますね。そうなんだよ。ここまさに晴天の霹靂で使われた場所だから、そう昭和の雰囲気が残ってる場所なんだよ。赤い魚は長いやつ。そう。あれはヤガラ。よかった、合ってた。ヤガラのような。どうやって食べる？お刺身が美味しい。そうなんですか。初めて見ました。います。かき氷あって食いたいね。知ってますよ。ジーパンの向こうから飛び降りる。この先に鳥居があるんですよ。ロケで使われます。でね、この路地もね、多分もしかしたらドラマの中で使われた場所だと思うんだけど、で、あれ
参拝者以外立ち入り禁、現金って書いてある。禁止どころか、現金って絶対にダメですよって書かれてるけど。でもここなんですよね、これこっち来てもらえば分かるけど、鳥居があそこにあって、向こうからジーパン刑事とジーパンとコリさんが犯人を追って飛び出してくるっていうカットがここで撮影されましたね。そうだな。ここだ。あ、でもなんか自転車屋さんじゃないです。飲み屋なんでしょう。この階段なんてどうですか。登るんですかこれを。これ登ってくださいよ、せっかくなんで。でもなんかある。抜けられないな。出入り禁止だからダメなんじゃない。下に書いといてくれよ。あれ景色いいよ。景色いいですね。景色いいけど、こうお寺の境内だったから通り抜け不可でした。じゃあちょっと海南神社の方。神社ですか。これが地元の神社って感じですかね。そうだね。まあなんか海の神様でもいるんじゃないですか。ちゃんと撮っとこう。あ、神社ありましたね。この家なんかもすごいですよ。いや、まあこれもう取り壊し寸前だよ。蔵とかをなんかカフェとかにさ変えて、新しい店として営業してるのはいいよ。こういうことがあるわけですよ、先には。こことかもね、家具店だって。こういう建物を使ってもね、ここも利用って昔からやってるような。あ、利用もいいね。喫茶トイレ。建物がいいね。木造の建物がそのまま。あ、どうぞ。はい。雰囲気いい、かっこいい。上手やな。上手やで、やろう。すごいね、これ。稲荷神社。慣れてる。
飯でも食いますか。飯食おう。疲れたよ。ロケギャラリー。太陽の塔とかないか。ほら、大泉洋。気をつけて。白州飛園ってところまで来ました。この先は多分海になってると思うからちょっと進んでいきましょう。白州っていうのは北原白秋のことね。あ、その拍手。北原白秋。別にここはなんか北原白秋の生まれ故郷とかいうわけじゃなくて、この城ヶ島を気に入ったなんかその功績が称えられてるっていうかよくわかんないんだけど、とにかく北原白秋が愛した場所が城ヶ島だったってことで、なんかゆかりの地になってるみたいですね。あれは多分北原白秋の柿だと思う。北原白秋先生記念碑、昭和24年7月10日だって、ずいぶん古いね。